皆さんこんにちは。とある日の朝です。2人ともお休みでした、この日は。なので一緒に朝ごはん食べます。このベースフードのパンいつも切らずにトースターで焼くだけなんですけど、ちょっと余裕ある日とかはこうやって切ってミレービスケット乗せて食べたりします。見えてないんですけど、下にチョコレートが挟まってたりしてちょっと工夫してます。コーヒーとこれのセットが好きで、2人で YouTube 見たりして朝ゆっくり過ごしてる感じです。朝と昼の間ぐらいなので、いつもお昼ご飯はもういらないかなみたいな感じになっちゃうのが常ですね。2人で休みがかぶる日っていうのがあんまりないので、こういう時間ってすごい貴重ですね。ゆっくりソファーに座ってぼーっと YouTube 見てるだけなんですけど、なんとなく癒される時間といいますか、そんな感じがします。ちょっと付け足して朝ごはんとかいつもと違う食べ方してるだけで何か特別感が生まれてすごい好きなんですよね。はい、コーヒーもコーヒーメーカーで入れたりはするんですけど、この時は温かいのじゃなくて冷たいのが飲みたかったから普通に買ってきたコーヒーですけど、そういうちょっと違いというか変化つけたりしながら楽しんでるような感じですね。こんな感じです。あとこれからお出かけするのでちょっと化粧してます。化粧といっても下地を塗ってファンデーションをちょっと軽くつけてるっていう感じなので、がっつりとメイクしているわけではないですけども、最近するようになりましたね。最近って言ってもここ半年ちょっとの話なんですけどもね、美容というか美容っていうのかな、ちょっと人と会う仕事をしてたりもするので、見栄えだったりとかちょっと小綺麗にしておきたいなっていう気持ちがちょっと芽生えたのでしているっていうところでもありますね。ただ薬局とか行っても男性用の化粧品の売り場とかができてて、すごいなってちょっと思ったりしますね。最初恥ずかしかったんですけど、そういうコーナーがあるので全然恥じらいなく買うことができていいなって思います。別に恥ずかしがることではないんですけどもね、時代がそういう多様性の時代になってきて、そういうものも売られるようになったりとかいいようになってきたなっていうふうに思いますね。時代の変化っていうのはすごくねついていかないといけないなって最近思いますね。働き方もそうですし、化粧品のこともそうですけど、今の世の中の流れというか仕組みというか、そういうものにちゃんと自分もついていけるようにしないといけないなっていうふうに思いましたね。昔は良かったなとかって、一瞬は思う時はあるんですけども、ちゃんと今もいいなって思えるような感覚になっていたいなって思いますし、今はいいですよ。今すごくいいと思っています。自分は本当に心の底から思っているんですけども、ふとね昔を思い出して昔も良かったなって思っちゃうんですけどもね、昔クレヨンしんちゃんの映画で大人帝国の逆襲っていうのをやってて、あれは本当に大人たちが子供時代をすごい懐かしんで、そこにつけ込まれてというか童心に戻ってしまって、その大人の今の生活を捨てて子供になって遊んじゃうっていう話なんですけど、あれはね本当に自分が小学生ぐらいの時にやっていて、単純にしんちゃんが面白くて見てたんですけど、ふとね大人になって見返してた時に大人たちの気持ちもすごく分かるようになったというか、昔良かったなって、夕日に向かって軽トラでヒロシが運転しててボロボロ泣き出しちゃうんですけど、その時の気持ちっていうんですかね、子供の時は絶対に分からなかったんですけど、今はなんというか共感してしまうところがあるなって思います。そういう共感できるようになったっていうのが、大人になったっていうことなのかもしれないですけども、昔もたまに思い出しつつ今頑張っていこうっていう感じですね。はい。お化粧が終わったのでこれから出かけます。
出かけた時の動画もまた出そうと思います。特に何してるっていうわけではないんですが、よしみさんが本屋さんに行きたいって言ってたので、ちょっと絵本を買いに行きたいということで、その時の動画もまた出します。それではまた次の動画で。